こんにちは、よしかです。カプコンカップ2025、暑かったですね。今回はカプコンカップ初の日本開催で、個人戦とチーム戦の両方で日本人が優勝というドラマチックな展開でした。さて今回の動画は、そんなトッププロたちの集うカプコンカップで実際に使われていたテクニックを10個紹介していきます。すぐに真似できるものもたくさんあるので、ぜひ覚えて使ってみてください。それでは解説スタートです。1、ラッシュ中断。まず紹介したいのはラッシュ中断です。ほとんどの方がこの行動の強さはすでにご存知だと思います。ラッシュから中断をすることによって、しゃがみガード負荷の中断技からコンボをつなげられる鬼強連携です。もう大会中何回使われたかわからないくらい使われていました。プロレベルの試合になると見てからジャスパの応酬になるかと思いきや、ほとんどガードもしくは通常パリーになっており、ヒット率こそあまり高くないものの崩し択としてかなりの存在感を醸し出していました。2、持続重ね。続いては持続重ねです。持続重ねは技の攻撃判定の後半部分を起き上がりに重ねることによって、普通に技が当たった時よりも多くの有利フレームを獲得できるテクニックです。有利フレームが増えることによって何ができるかというと、本来ならコンボにならない技をつなげられるようになってダメージが増えたり、ガードで不利な技が有利になったりします。ヒット時のリターンを増やせるだけでなく、ガード時の連携の強さも上げられるとても強い重ね連携です。3、遅らせ重ね。上級者にとっては当たり前ですが、意外と知らない人が多い遅らせ重ねもかなり使われていました。遅らせ重ねとは言葉通り遅らせて技を重ねることですが、これに何の意味があるかというと、相手の無敵技をガードしつつ重ねをすることができます。やり方は単純で、相手の起き上がり無敵技をガードするタイミングで重ね技を打つだけです。当然遅らせているので最速暴れには負けますが、無敵技だけでなくガードやパリー、バクステなんかにも勝ちやすいため、リスクの低い選択肢として上級者ほど愛用しているテクニックになっています。4、中足にドライブリバーサル。これは主に相手を画面端に追い込んだ後に使われるテクニックです。中足に反応してリバをすることによって白ダメージを与えつつ置き攻めができます。さらには相手が中足からラッシュキャンセルをしていた場合、D ゲージを約2本と約3段で交換しつつ白ダメありの置き攻めに持ち込めるなど、反応することはかなり難しいですがしっかりリターンの見込めるテクニックです。5、キャンセルラッシュに OD 無敵技割り込み。キャンセルラッシュに OD 無敵技割り込みもかなり使われていました。これはラッシュキャンセルした技と次の技の間に隙間が空いていたら、自動的に OD 無敵技で割り込めるようにコマンドを入れておくというテクニックです。ラッシュ中にはガード行動を行うことができないため、隙間に OD 無敵技を打たれるとほとんどの場合確定してしまうというわけです。知ってはいるけどなかなか真似できないテクニック第1位です。6、キャンセルラッシュ遅らせ打撃。キャンセルラッシュ遅らせ打撃はラッシュ後の攻撃をあえて連続ガードにせずに遅らせることによって相手の遅らせ投げ抜けなどを狩る選択肢です。もちろん OD 無敵技割り込みなどには弱いですが、相手が反応できていなかった場合、ラッシュ属性が付与された攻撃でもう一度タクることができるため、1回の攻めの期待値を上げることができます。この行動は相手が OD 無敵技で切り返した時にもバーンアウトの可能性がある。 D ゲージが少なめな時に特に強いため、まずはそのタイミングで使ってみることをお勧めします。7、連続ガードバーンアウト。連打バーンアウトは相手の D ゲージが少ない時に重ねなどから連続ガードで D ゲージを削ってバーンアウトを狙うテクニックです。攻撃をガードさせた時点で D リバ以外で割り込みができずバーンアウトが確定するため、獲得した有利状況をさらに大きなものにできます。主要キャラや指導技によって D ゲージの削り量にかなり差があるので、自身のキャラがどれくらい D ゲージを削れるかをしっかりと把握してから使ってみてください。8、動いた確認置き。動いた確認置きは読んで字のごとく、相手が動いたのを確認してすぐに置き技を打つテクニックです。この行動は相手の踏み込み
置き技に差し返したりすることができます。相手の行動をかなり制限することができる上に、しゃがみ中パンチなど見てからの差し返しが難しい技を使うことによってローリスクに技を振ることができます。この行動の弱点として、動いたことを確認してボタンを押しているので、発生が少し遅い技などにはカウンターをもらいやすいという点があります。相手がこのテクニックを使っているなと気づいた時には、弾やいい感じに発生の遅い攻撃などを使ってみてください。9. 弱攻撃状況確認。弱攻撃状況確認は本来ならヒット確認をするのが難しい弱攻撃を状況確認することによって間接的にヒット確認をできるようにするテクニックです。よくあるのが合気などの立ち弱キック状況確認で、ボタンを押した瞬間から立ち弱キックが発生するまでの間の相手の動きを中止することによってヒットを予測し、ヒットしていると思った時にラッシュなどのキャンセルコードを入力することで状況確認ができます。かなり難しいテクニックですが、いろいろな場面で応用が効くテクニックでもあるので、練習してみてもいいかもしれません。10. ヒット確認ジャスパ。ヒット確認ジャスパは相手の攻撃に当たってしまった時に瞬時にパリーをしてジャスパを狙うテクニックです。攻撃がヒットした後は大抵の場合攻撃した側が有利フレームになるので、暴れ潰しや D ゲージ削りを兼ねて追撃を仕掛けてくることが多く、そこでジャスパを狙うことができます。特にカウンター限定でコンボになる攻撃を入れ込みで出してくる相手に対して有効です。対策としては有利フレームを取った後に様子見や歩き投げをすると良いでしょう。いかがでしたか？簡単なものから難しいものまでまとめて紹介したので、真似できそうなものがあったらそれから真似してみてください。個人的にまず真似をするなら、ラッシュ中断、持続重ね、遅らせ重ね、連続ガードバーンアウトの4つのうちのどれかに挑戦してみることをおすすめします。その4つならそこまで難易度が高くない上に、実戦でも使える機会が多いはずです。この動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップ登録などをお願いします。また、最近生配信をし始めたので、そちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。現在はだいたい20時前後くらいから、ランクマや質問への回答、希望者のリプレイ添削をしています。それでは次の動画でお会いしましょう。